想像してみてください。もしあなたがあのタイタニック号に乗っていたとしたら、豪華な客船の旅に心を躍らせるあなた。しかしその夜、船は氷山に衝突します。そしてあなたの客室は最も逃げ遅れる3等客室、限られた脱出ボート、混乱する乗客、迫る冷たい海水、極限の状況の中、果たしてあなたは生き延びることができるのか。今回は史上最も有名な海難事故、タイタニック号沈没事件を題材に、あなた自身がその場にいたかのような視点で極限のサバイバルを体験していただきます。一つの判断が命運を分ける。3つの選択で試されるのは、あなたの生存本能。最後まで生き残れるか、それはあなたの決断にかかっている。それでは物語を始めましょう。1912年4月14日、僕はイギリスサウサンプトンからアメリカニューヨークを目指していた。世界最大の豪華客船タイタニック号の3等船室に僕のチケットはあった。部屋は狭く、他の乗客と相部屋だったけど、それでも新天地アメリカへ渡れる期待が何よりも胸を躍らせていた。夜10時頃、食堂で出されたパンとスープをかき込み、ベッドに横になった。船の揺れは穏やかで、船内もどこか落ち着いていた。だけど夜が深まるにつれ、船の空気は変わっていく。深夜11時40分、突然ゴゴゴ、ガリガリと何かがきしむような音が響いた。部屋がわずかに揺れる。机のコップが倒れ、水が床にこぼれた。何かがおかしい。僕は毛布を跳ねのけ、廊下に飛び出した。周囲の乗客も何が起きたのかわからず、ざわざわし始める。氷山にぶつかったらしい。誰かが小声でそう言った。その言葉を聞いたとき、胸の奥にじんわりと冷たいものが広がった。階段を駆け上がろうとしたその時だった。3等客用エリアの鉄の柵がすでに閉じられていた。開けてくれ、上に行かせてくれ、誰かが怒鳴っている。でもクルーは冷静な顔でこう答えた。ここで待機して、上は混乱しているから。いや違う、待っていたら死ぬ。僕は別のルートを探し、配管の横をすり抜け、船員用の階段を見つけて必死に上へ上へと駆け上がった。その途中、廊下の床には冷たい水がすでに広がっていた。この船沈むんだ。それをようやく現実として受け入れた瞬間だった。ついに船は傾き始めていた。デッキには大勢の乗客が殺到し、救命ボートには限りがある。係員が叫んでいる。女性と子供を先に。僕は男。しかも3等客。乗れる望みはほぼない。でもそこに一つだけ空席があった。近くにいた女性が足をくじいて座り込んでいたのだ。ボートの係員がこちらを見ている。誰か乗れるか。あと一人だ。彼女は動けない。僕なら飛び乗れる。だけどその後、深夜2時20分、タイタニック号はついに海の底へと沈んだ。僕は海に飛び込んだ。心臓が止まりそうなほどの冷たさに襲われた。水面には助けを求める人々の声。でも救命ボートは戻ってこなかった。僕は近くの木の破片にしがみつきながら、ただひたすら夜が明けるのを待った。そして朝、一隻の救命ボートが僕の方へと向かってきた。手を差し伸べる声、
僕はなんとか腕を上げてその手を掴んだ。解説。問題1。正解は C。とにかくデッキを目指して階段を上がる。荷物や他人の様子を気にしている時間はありません。このような緊急時には一刻も早く脱出経路を確保するのが最も重要です。タイタニックの3等客は上層デッキへ続く扉が閉じられており、逃げ遅れた理由の一つが判断の遅さとされています。命を守る最優先事項は現場から遠ざかること。迷わず移動を開始できるかが生存の鍵になります。問題2。正解は B。 体を冷やさないように毛布や上着を探しておく。冷たい北大西洋の海に投げ出される可能性がある場合、低体温症対策が生存の鍵になります。実際当時の海水温はマイナス2度。多くの人が沈没そのものではなく低体温で命を落としました。救命ボートに乗れなくても毛布やライフジャケット、厚着をすることが生存率を高める行動です。問題3。正解は C。 他のボートに望みをかけて彼女にも声をかけながら離れる。飛び乗るのは短期的には生き残れる可能性がありますが、この時代秩序を乱した乗客は銃で威嚇、排除されることもありました。譲るのは道徳的には美しいですが、自分も生き延びる努力は捨ててはいけません。彼女を見捨てずに配慮しつつ自分の生存の可能性も探るのは中間的で合理的な判断です。危機において重要なのは感情と現実のバランスを取ること。1912年北大西洋に沈んだタイタニック号、その犠牲者はおよそ1500人。特に3等客の多くは避難すらかなわぬまま冷たい海に命を奪われました。あなたが選んだ選択肢は果たして正しかったでしょうか。極限の状況で試されるのは冷静さ、判断力、そして他者への思いやりです。その瞬間がもしもあなたに訪れたら、あなたは生き残れるでしょうか。